なっちゃったね、ここにあったの。こんな。はい、じゃあ今日はこのね多分精米機かなを、今日はリメイクしていこうと思います。果たしてこの精米機が何になるのか見ていこうと思います。はい、やっていきましょう。で、今日ちょっと天気悪いので最初に高圧洗浄で綺麗にして、明日ねこれを磨いていこうと思います。はーい。先ほどからね、猫ちゃんが撮ってるんですよ。お、なんかこれ丸七製粉機って書いてあるね。丸七製作所。製粉機？精米機じゃないんだ。こっちも丸七って書いてあるね。あ、そういう七だったんだ。ね、そういう意味だったんだね。うん。メーカーの商標だったんだ。うん。回ってるかな。回ってるね。へえ。はい、じゃあ昨日、高圧洗浄をかけてねちょっと綺麗にしました。で、まだちょっとね汚れ残ってるんですけど、だいぶこういう黒い部分がね出てきて綺麗になってきたので、今日はねこのピカールを使ってさらにねピカピカにしていこうと思います。ダジャレ？ピカール？そうなんじゃない？いや、商品名がそういうダジャレなんじゃない？すごいおしゃれだよね、その入れ物。ね、ちょっと可愛い感じです。中身はねこういう感じですね。こんな感じ。蜜みたいな感じ？なんかピーナッツバターみたいな感じ。そっちか。ちょっと美味しそうだね。うん、美味しそう。匂いは？匂いは普通になんかオイルの匂いですよ。うん。でこれ普通にね拭いてやっていきます。よいしょ。やっていきましょう。かけちゃう。かけちゃう。ダメだね。
ちょっと違うよね。本当だ。ピーナッツバター塗っとこうか。塗っとこう。粗いって書いてある。こっちにやると、こっちにやると細くなって、こっちにやると粗くなるんじゃない？すごいね、ピカピカになったね。綺麗だね。蒸気機関車みたいな色になってるね。どれが合うかね。じゃん。すごい業者みたいじゃない？こうやって持ってくると。カインズみたいなね。カインズにて買いました。なんていうお花？これはゴムの木。手がゴム。ゴムの木。完成。今回はこちらプランターを作りました。もともとは古民家の玄関のところに置いてあった製粉機です。最初精米機かと思ってたんですけど、洗っていくうちに製粉機っていう文字が出てきました。可愛くなったね。工程としては高圧洗浄できれいにした後にオイルを塗ってピカールっていうのを使ってみて、ちょっとねサビを取りました。その後にアクリルスプレーでツヤを出して黒い色が出てきた感じです。パカ。実はこれ鉢植えは別になってるので蒸れたりする心配もなくていいですね。これよく考えついたね。たまたまグッドです。近くにあったので。はい。ちなみにこの鉢植えは前回鉢植え DIY をした時の元の木が入っていた鉢植えです。プラスチックなのでここで隠してちょっとねレトロな雰囲気に合うようにしました。制作時間、2時間ぐらいかなで完成しました。はい、というわけで私たちはこれからも廃材 DIY していきますのでぜひご覧ください。じゃあまたねー。